い、磯地北です。前回は音階や音程についてを学んできました。今回は5度形、音楽理論に欠かせない5度形についてを学んでいきます。5度形を理解することで、キー、調整や転調、コード進行をより簡単に把握することができるようになります。はい。第1回でも軽く触れましたが、5度圏とはこのようなドーナツ型の変形を12等分にした図になります。5度圏を使うと以下のことが理解しやすくなります。各キーのスケール構造、よく使われるコード進行、転調の方向性。5度圏の外側にはメジャーキー、長調が、内側にはマイナーキー、単調が並んでいます。各キー、調を完全5度ずつ進む配列になっています。そもそも5度圏の図はどういう仕組みの配列なのかというと、その書かれたアルファベットを基準にしたスケールのルートから見て完全5度、上から下のどちらに進むというルールで並んでいます。C のダイアトニックスケールを見ればいいというわけではなくて、この書かれたキー一つ一つが全て隣同士が完全5度の関係であるという配列なんですね。またメジャーキーとマイナーキーは両方書かれているとありましたが、このどちらも同じ調合を使ったキーが書かれています。この関係性を日本語では平行調と呼んでいます。さて、ギターで簡単に平行調を見つける方法についても解説しておきます。メジャースケールの6度の音、メジャースケールの6度の音からマイナースケールを使うことができます。メジャーのルートから6度の音、6度の音からマイナースケールを使うことができます。はい。逆にマイナーのルートから3度の音、マイナーの3度の音からメジャーを使うことができます。この関係が斜めになっているんですね。マイナーの例えば A だとしたら3の音、C は3度の音。逆に C から見たら6度の音が A のマイナーになってます。はい。この斜めのこの関係が、3度、逆にね、6度っていうのをしっかり覚えていただければ、この関係性を覚えておけば2つのスケールを使うことが簡単なんで覚えた方がいいです。形で斜めのメジャーの C から見て6度の音は a マイナー、つまりここから a マイナースケールが使える。逆に例えば E マイナーから見て3度の音、3度の音からメジャースケールが使える。これは平行調の関係です。ギターで簡単に分かりやすく見つける方法でした。前にこの話を聞いたことがあるんですけれども、ギターのヘッドの裏にこの5度圏の絵を貼っておいて、セッションギタリストがカンニングしながらアドリブを弾いていたっていう話を聞いたことがあります。そのぐらいこの5度圏を見ると思い出せること、考えられることっていっぱいあるんですね。5度圏を使わなくてもいいんですけど、それが一つの図にまとまっているので音楽理論の解説にも使いやすいし、自分で復習する時、また忘れちゃった時にもこの図を見れば、そうかっていうことが分かるので、それからどういう仕組みにそもそも書かれているのかっていうのを理解はしておいた方がいいと思います。で、最終的には覚えられるとなお良いと思います。さて、先ほどの5度圏の図で補足ですが、F シャープ、G フラットと2種類書かれていたマスがありました。ここの F シャープ、G フラット、D フラット、C シャープというのはイメ同音といって、実際に鳴っている音は同じですが、五線譜で書かれている音は違うものを表記しています。そういった関係で2種類ずつ同じマスに書かれています。タブ譜上では同じ音になっているのに、コードの表記が違うことがあるのはこういったイレギュラーなことが起きているからなんです。F シャープイコール G フラット、D フラットイコール C シャープ、メジャー、マイナー両方ありますね。5度圏は楽曲のキーやコード進行を理解するのに非常に便利です。例えば書いてある曲のキーを簡単に見つけることができます。楽譜にシャープ2つがついていたら D メジャーまたは B マイナーキーがキーになると分かります。
ただポップスのコード進行の場合はこの情報がね書いていないことがあるので、そういったキーの探し方についてはまた別の動画でご紹介しています。でよく使われるコード進行は5度圏を多用することで見つけやすくなります。例えば145進行とファースト5度圏に近い位置に並べるコードで構成されています。というのも実はダイアトロンコードが5度圏の上では一塊に集まっているんですね。なので D グリを探す時も塊で集合している。またニコイチはこのように左に進むだけで見つけることができるので、2度マイナーした時ここから見つけてもいいですし、自分でマイナーに切り替える方が圧倒的に早いです。例えば5度圏を使えばね、オリジナル曲を作りたくなったという時にスムーズに転調する方法も見つけやすいです。近いキーに移動することで違和感の少ない転調が可能です。例えば C メジャーから G メジャーへの転調は5度圏で隣り合っているため自然な響きになります。逆にドラマチックに転調であっと驚かせたくなったら5度圏の図から少し離れたキーを選ぶととても効果的です。ボカロやアニソン、プログレなんかはこういう手法が多いです。逆にロックとか EDM は部分転調で5度圏の近くで動くジャンルが多い気がします。はい、続いて代理コード、こちら裏コードとも呼ばれます。代理コード、裏コードが視覚的に見つけやすいです。ジャズやアドリブといった通常のコードより少しひねったコードを用意したくなった時、5度圏を見てみると視覚的に見つけやすいです。例えば代理コードは同じキーのトニック、サブドミナント、ドミナントを持つコードに置き換えられるという、特性があります。裏コードはドミナントコードの代理コードで裏コードと呼ばれるものがあります。例えば C メジャーキーのドミナントである G7 の代理コードは D フラット7。これは5度圏を見ると真逆の位置、つまり裏側に位置するコードなんですね。このようにアドリブ、リハモなどの自主練の時の最強のタイパツールになり得るわけです。こうやって代理コード、裏コードも確認しやすいので、ギタリストがこのフレットの裏に5度圏を隠し持ってセッションをやっているっていうこともあります。はい。最後に練習課題3つになります。まずは、5度圏を見て演奏しながらシャープやフラットの数が、現像するのを順序を確認していきましょう。続いて2、自分の好きな曲のキーが何か調べてみて5度圏でそのキーの位置を確認しましょう。ここでは簡単なコード進行をやってみます。はい。これただのコード進行ですよ。C メジャーから G メジャー、それから F メジャーに転調した場合の響きを感じ取る練習をしましょう。今回のレッスンでは5度圏と調整について学びました。5度圏を理解すると音楽の構造が見えやすくなり、転調やコード進行がより簡単に把握できるようになります。次回はコードの成り立ちと基礎になります。ぜひ次回もご視聴いただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたらいいねやチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。